ねえねえ、聞いて聞いて。みんなが知ってる戦いの星、火星のことなんだけどさ、ただの暴れん坊じゃないって知ってた？今日はね、この私が火星の本当の姿をバッチリ解説しちゃうから最後まで見ててね。みんなさ、火星って聞くとどんなイメージが浮かぶかな？実はね、この星の正体ってたった2つの言葉で全部説明できちゃうんだ。それがね、燃え上がるような熱さ、そして全てをカラッカラにする渇き。この熱さがよしやるぞっていう行動のスイッチになって、で渇きがね、迷いをバシッと断ち切る鋭い決断力になるわけ。そう、この2つこそが火星のパワーの源なんだよ。そんな熱くてドライな火星は一体宇宙でどんなお仕事をしてると思う？これがね、結構ハードなんだよ。よし、早速お仕事リスト覗いてみよっか。見て見て、この性質があるからこそ火星は戦いとか破壊みたいな激しいことを担当してるんだよね。でもね、それだけじゃないの。前に進むための行動力とか決断力も火星のパワーなんだよ。それにね、ほら、お医者さんがメスで悪いところをスパッと切り離して治す手術あるでしょ？あれも実は火星の力が関係してるんだ。いらないものを正確に断ち切るって感じ？なるほどって思うよね。火星はね、すっごくパワフルで男的でね、面白いのが太陽が沈んだ夜の時間にそのパワーがマックスになるんだって。闇の中でこそ輝く戦士みたいな、かっこいいよね。ちょっと危険な香りがしてドキドキしない？さてさて、ここからがこの話の一番面白いところだよ。火星のパワーって実はいつも同じじゃないんだ。そう、まるでゲームのキャラクターみたいに、どのステージ、つまりどの星座にいるかでコンディションがガラッと変わるの。最強モードの時もあれば、しょんぼりーってモードの時もあるんだよ。占星術だとね、このコンディションのことをちょっとだけ難しい言葉で品位、ディグニティって呼ぶんだけど、でも全然難しく考えなくて大丈夫だからね。要するに火星が今絶好調なのか、それともなんか元気ないなーっていうのを表すステータス画面みたいなもんだと思って。ほら、このパワーゲージ見てみて。一番右の赤いところが自分のホームにいて、もう超元気な状態ね。で、そこから左の青い方に行くにつれて、だんだんアウェイな場所になって元気がなくなっちゃうの。なんていうか、居心地のいい自分の部屋と、なんか落ち着かない知らない場所とじゃ全然パワーが違うでしょ？そんな感じ。じゃあ、火星にとって最高のホームはどこなのって思うよね。それがね、なんと2つもあるんだよ。お昼のホームがエネルギッシュなお羊座。そして夜のホームがミステリアスなサソリ座。ここにいる時の火星はもうね、まさに水を得た魚。自分の力をまっすぐに最大限に発揮できて超元気なんだ。ホームの他にもね、ヤギ座に行くとテンションが最高潮になる紅葉っていう状態になるの。ここでは火星の行動力が社会的な成功にバッチリつながるから、もうパワー全開ってわけ。逆に平和を愛する天秤座とかおっとりさんの牡牛座にいるときは、戦士の火星にとってはちょっと居心地が悪いアウェイな感じ。そして感情を大事にする水の星座蟹座にいるとき、ここでは火星の激しさが空回りしちゃって一番力が出ない転落っていう状態になっちゃうんだ。やっぱりいる場所って大事なんだね。でもね、ここからが古典占星術のもっと奥深いところなんだよ。さっきさ、蟹座では元気がなくなっちゃうって言ったの覚えてる？実はね、火星にはもう一つの秘密の顔があるの。蟹座、サソリ座、魚座という水の星座たちを夜の間だけまとめるリーダーでもあるんだって。って感じじゃない？暑くて乾いてる火星がしっとりした水の星座のリーダーだなんてすっごく意外だよね。水の星座が持ってる心の奥深くにある感情のパワー。これと火星の絶対にやり遂げるっていうあの激しい意志がガチャンコって合体したらどうなると思う？ただ暴走するだけじゃないんだ。大切なものを守るためならどんなことでもやってやるぞっていうものすごい集中力と覚悟に変わるの。まさにここぞっていう時に発揮されるヒーローの底力みたいな感じ？そうなんだよ。火星の力ってまさに剣。
コンディションとか使い方次第で人々を救うヒーローにもなれるし、逆に全てを壊しちゃうとんでもない暴れん坊にもなっちゃうんだ。よし、じゃあその2つの顔をじっくり見てみようか。良い状態の火星は仲間を守って勝利に導くかっこいい英雄。なのに悪い状態だと怒りと破壊に満ちた暴君になっちゃう。まさに光と影って感じ。たった一つのコンディションでここまで変わっちゃうんだね。つまりこういうこと。自分のホーム、お羊座とかサソリ座にいてコンディションが良い時の火星は勇気と決断力でみんなを勝利に導くヒーローなんだ。じゃあさ、こんなにパワフルでちょっと気分屋さんな戦士とどうすれば仲良くできるんだろう。最後はね、この火星の力をうまく味方につけるためのとっておきの豆知識を教えちゃうよ。まずこれだけは覚えといて。火星ってね、地球の時間でだいたい687日、つまり約2年弱かけてお空をぐるーっと一周するんだ。これが火星の一つのサイクルなんだね。そしてね、そのサイクルの中で1回だけ逆行っていうちょっと特別な期間があるの。これはね、地球から見ると火星があれれってまるで迷子みたいにいつもと逆向きに進んでるように見える期間のこと。だいたい2ヶ月くらい続くから、この時期は物事がスムーズに進まなかったりなんてこともあるかも。自分の力を発揮できる場所にいるときはすっごく頼もしい味方になるけど、機嫌が悪いとちょっと手に負えない。だからその性質をちゃんと理解して付き合ってあげることが一番大事ってことだね。これでお話は終わりだよ。火星のいろんな顔を知って、このパワフルな戦いの星のこと、前よりちょっとは好きになってくれたかな？上手に付き合えばきっとあなたのすっごい味方になってくれるはずだからね。それじゃあまたね。